YouTube をご覧の皆さん、三ツ矢です。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、こちらですね、以前ドロップの時に動画も出したんですけれども、スクイードインダストリーズのトレーナーを購入しましたのでね、今回こちらの開封をしていこうと思います。そして早速ですけども開けていこうと思います。はい、開封ができましたので、こちらの方も開けていこうと思います。今回購入したのはスクイードインダストリーズのソードフィッシュになっています。ソードフィッシュなんですけれども、スクイードインダストリーズの金属製のトレーナーで言えば6種類目。スクイディとかを入れると、9種類目のトレーナーとなりますね。こんな感じの見た目になっていますね。なかなかかっこいい感じですね。今回はこちらのレビューをしていこうと思います。あと何気になんですけど、こんな感じでピボット部分の部品といったものが一緒にくっついてきてます。これは非常に嬉しい限りですね。それじゃあまず最初にこちらのスペックから紹介していこうと思うんですけれども、全長が 26.8 センチ、ハンドルの長さが 14.7 センチ、重さとしては 106g となっていますね。素材はアルミのブレードにアルミのハンドルとなっていて、ピンレス構造となっています。106g と少し軽いトレーナーとなっていますけれども、全長だったり、あとハンドルの長さが今までのスクイードインダストリーズの中で一番大きいものとなっています。ブレードもハンドルもアルミでできているので少し大きくしないと重さが足りなかったといったイメージでしょうか。こんな感じの少し大きめのトレーナーになっていますね。ハンドルはパッと見チャンネルっぽく見えるんですけど、よく見てもらったらわかるかと思うんですけども、こんな感じでピーッと真ん中に小さい線が入ってるかと思いますけれども、こちらのハンドルエンドとピボット部分を分解することによってこのハンドルをばらけさせることができる、チャンウィッチハンドルといったものになっています。最初の方に紹介したこちらのピボット部分の部品の中にこういった黒いパーツがありますけれども、こちらがウェイトピンシステムといったもので、このハンドルを半分に分けた後にこの中にこのピンといったものを入れることによってハンドル側に少し重心をずらすことができるといったウェイトピンシステムといったものが搭載されたものになっていますね。ちょっと軽く触った感じなんですけど、全然バランスはそんなに悪いかなと思うようなレベルではないんですけども、若干ブレードが重いかなというイメージではあります。なのでここにウェイトピンシステムということで、ウェイトを入れることによって、このちょっとブレード寄りの重心が嫌いな人は、ウェイトピンを入れることによって、ハンドルより、ニュートラルに近いような感じにすることもできるよといったシステムになっています。この状態でも別に全然触れないレベルではないですし、ブレード寄りな方が使いやすいっていう方も中にはいるかと思います。そういう方にとってはちょっと使いやすいレベルのものになっているのかもしれないですけれども、ちょっと自分はやっぱりハンドルよりぐらいの方が慣れてるっていうのもあるので、ちょっとこのウェイトピンシステムっていうものを早速使ってこの中にピンを入れていこうかなと思います。で、パッと見何がこれバイトハンドルとセーフハンドルの見分け違うのって言ったら、ここのギザギザの部分ですね。このインジケーターっていったものでね、判断するしかないんですけど、パッと見こう見てもね、どっちがバイトハンドル、どっちがセーフハンドルって分かりづらいので、自分はこういったインジケーターを使ってます。この方はパッと見どっちがバイトハンドル、どっちがセーフハンドルっていうのがすぐこの状態でもね、識別できるので分かりやすいかなと思います。特にこのソードフィッシュにブレードの形が本当左右対称に近い感じになっているので分かりづらいかと思うので、このインジケーターもついでにね、買っておくことをお勧めします。じゃあ早速ですけども、こちらの方をね、分解してみようかなと思います。はい、ピボット部分とハンドルエンドのネジが取り外しできました。なのでね、このハンドルを分解していこうと思うんですけど、その前に注意点を1点言っておこうと思うんですけど、最近スクイードインダストリーズのトレーナーなんですけども、このピボット部分だったりハンドルエンドのネジを取り外すときにですね、気をつけてもらいたいのは、この中見づらいかと思うんですけども、若干赤いと思うんですよね。こうやってロックタイトのいわゆる赤が使われている状態になってます。で、ロックタイトの赤って何が普通のやつと違うのって思うと思うんですけど、ロックタイトの赤っていわゆるコードが一番硬いロックタイトになってるんですよね。つまりどういうことかっていうと、ネジが一番緩みづらいロックタイトということになってます。メリットとしては当然ネジが緩みづらいので、ここがガタつきが少ない、ガタつきがしにくいといったメリットがあるんですけど、デメリットとしてはこういう風にネジを取り外したい、メンテナンスしたいっていう時にネジを外すのがものすごく大変っていうデメリットがあります。こういう赤いロックタイトのやつはかなり手に力を入れてグイグイグイと回さないと
軽い力で軽くくる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 と回してると、このネジの頭を舐めちゃって、結果的にネジが回らなくなってしまって、もう修復不可能になってしまうので、それだけは気をつけてください。例えば普段自分が使っているこちらのトルクスドライバーはすごく使い勝手がいいんですけれども、持ち手がすごく細いんですよね。こんな感じで指よりも細いので、回しやすいというメリットはあるんですけれども、力を込めてグイッと回すときに細いので結構手で握りづらいので、こう手の中でくる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 滑っちゃってですね、結構力が伝えにくいです。その点こちらベンチメイドの自分トルクスドライバーのやつも持ってるんですけども、こちらの場合こういう大きい取っ手があるのでグイッと手全体で使って回すことができますので、結構力を伝えることができるのでこちら便利です。もちろんこのベンチメイドのやつを買う必要はないので、少しこのグリップが大きいもの、握りやすい、かなり力を加えやすいトルクスドライバーを準備しておかないと、ネジ頭舐めてしまうと一番最悪なので、それだけ気をつけてください。それじゃあ気を取り直してこちら取り外していこうと思います。はい、こんな感じになってます。取り外すとこんな感じになってますけど、中にソードフィッシュといった刻印が入ってますね。これは何気にかっこいいですね。で、こちらのハンドルエンドの部分なんですけど、ここに穴が2つあると思いますけれども、ここにウェイトシステムですね。ウェイトをつけることができます。こちらの袋に入っていたこういう黒い棒ですね。こちらのものをこのハンドルエンドにはめ込むことができます。最大2個まで片方に取り付けることができます。こんな感じです。これをこのように取り付けた後にこのハンドルをまた締めてネジを締めていくと、ハンドル側が少し重くなる、ハンドルエンドが少し重くなるといったシステムになっています。ちなみにこちらのウェイトなんですけど、さっき測ってみたら1個が 0.6g になってました。で、片方のハンドルに2つ付けられる、合計4つ付けることができるようなものになっていますので、2.4g 少しハンドル側を重くすることができるといったものになってます。ブレードの方が少し重いっていうことと、あと自分はハンドル寄りのウェイトの方がやりやすいっていうこともあるので、もうこれ4つとも全部付けちゃおうと思います。はい、ウェイトピンを2本ずつ挿入しました。見た目の違いって言ってたところは当然わかりません。この部分に2本入っていることになっていますので、計 2.4g 重くなってるはずです。ハンドル寄りな重心に少しなりましたので、振りやすさも良くなったかなと思います。そしてハンドルエンドルが重くなったということもあって、やっぱりこういったロールオーバー系の技が少しやりやすくなったかなといった印象を受けます。じゃあそれじゃあ早速なんですけども、こちらねテストフリップしてみて、ちょっとまたねレビューしていけたらなというふうに思います。はい、テストフリップが終わりました。総評としては、いい感じのトレーナーかなといった印象を受けました。まずブレードの方なんですけど、このインジケーター部分も触ってもそんなに痛くないというところもあって、間違いでこんな風に触っちゃったりとかしてもそんなに痛っていう怪我するような感じではないかなと思います。優しく、ちょっとミスったなっていうのがわかるようなレベルになっているので、ここもいい感じかなと思います。そしてブレードはこんな感じのブラックブレードなので結構かっこいい感じです。そしてハンドルの方もこんな感じで、溝も掘られてるっていうことと、滑り止め効果もしっかりありますので、結構触りやすかったです。そしてハンドルが14.7 センチと今までで一番長いこちらのクラーケンとかの 14.4 センチよりもさらに長くしたものになってるんですけども、全然問題なく振れるかなと思います。全体の重さが 106g とこちらのノーチラスのね、次ぐらいに少し軽いものになっているので、ちょっとそこが初心者の方にはちょっとおすすめしづらいかなといった印象は受けるんですけれども、それ以外はすごく振りやすいかなと思いました。そしてこのウェイトピンシステムなんですけど、別にこれはスクイードインダストリーズさんが初めて作ったシステムっていうわけではなくて、別に BB バーフライさんから昔からあるシステムにはなってるんですけど、これは好き好みが分かれるので、入れたい人もいれば入れなくてもいいよっていう人もいると思うんで、こういう調整ができるような感じになってるのはいいかなと思います。自分の場合はね、やっぱり2本ずつ入れてちょうどいいかなといった印象でした。皆さんは自分のね、好き好きがあると思いますので、調整してみても面白いかなと思いますね。で、フリップのしやすさっていったところは当然なんですけど、スクイードインダストリーズのトレーナーというところもあって全然めちゃくちゃいい感じに振れます。少し変わり種のトレーナーといった位置づけにはなるんですけれども、こちらのトレーナー結構買ってみて面白いなと思いました。結構スクイードインダストリーズのトレーナーって振りやすい王道のナイフであるスクイードトレーナーだったりクラーケンがあるんですけども、それ以外にもこういったノーチラスだったりとか、ソードフィッシュみたいないろんなねトレーナーを作っていくのでね、すごく触ってて楽しいですよね。振りやすいトレーナーにね、越したことはないんですけど、いろんなトレーナーがあるからいろいろ癖があったりとか特徴があったりするので、
触っててすごく面白いですし、実際ね、どんなトレーナーなんだろうと思って買ってから届くまでワクワクしてましたんで、こういった楽しみ方がね、できるのもこのスクイードインダストリーズのいいところかなと思いましたね。興味のある方はね、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。はい。それじゃあですね、今回こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは、